する TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今日も今日とて家系ラーメン、都内でまだ行けてなかった家系ラーメンの名店、こちらです。ドン。都営浅草線馬込駅から徒歩3分くらいのところにあります泉屋さんにお邪魔してます。こちら泉屋さんは2013年オープンのお店で、都内でも10年近く続く家系ラーメンの名店となっております。店主さんがですね、実は横浜家系ラーメンの名店である鈴木屋さん出身とのことで、鈴木屋さんもね、これ元をたどると家系御三家とも言われております本木屋さん出身の系譜を持っていて、こうなってくると由緒正しき DNA を受け継いでいる名店なんじゃないかということで、ここはちょっとすすっとかないとね、ラーメン好きの名も廃るもんですよということで、早速向かっていきましょう。さあ、というわけで馬込駅に着きました。あんまりね、この都営浅草線って普段乗らないので、ちょっと新鮮な気持ちになりましたね。見たことのない駅名とかもあって、ちょっとテンション上がっちゃいましたが、本日これから向かうお店泉屋さんはですね、なんと店主さんの奥さんがフォークシンガーである泉谷しげるさんの娘さんらしいですよね。でそこからね、お店の名前も泉谷という名前になってるのかと思います。はい。東京もね、最近もうとにかく家系ラーメンの勢いがすごいんで、もういろんな店舗バンバンできておりますが、こちらのね泉谷さんのラーメンは、本木屋の流れを組む一杯ということで、比較的に穏やかな、すすりやすいけれどうまいみたいな一杯に仕上がってるんじゃないかと思って、最近は割と醤油感がビンビンとか豚骨ねどっしり構えた家系ラーメン結構流行ってますけど、やっぱこういったねちょっと昔ながらのというか、家系ラーメンのねオリジンをね体現するような一杯を食べるのもいいんじゃないかということで、非常に楽しみですね。あとネギのトッピングが3種類あって、味のつかない白髪ネギと、あと味ネギ、そして辛ネギと3種類あるんですよね。ちょっと初めての訪問なんでいきなりネギのせちゃうのもどうかなと思うんですけど、ちょっと味ネギあるとな、ちょっと最近ネギ結構ハマってるんでトッピングしちゃいそうな気もしてますがね、どうなることやるって感じですね。はい。というわけで泉谷さん到着しました。実はね、私すする泉谷さん1回振られたことがありまして、今日はねやってたんで、とりあえず一足ですね、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、泉谷さん、食券制です。今回はラーメンプラスライスと味付けネギトッピング、さらにチャーシューと味玉、黒ウーロン茶をプッシュしました。店内はカウンター席のみで、鈴木屋出身の店主さんが平ざるで麺上げをする様子を視認。助手の方もテキパキと盛り付けをしていて、それだけでかなり期待が持てちゃう。先に到着したライスに卓上の漬物をデコって待ってるぞ。こちらが泉谷さんのラーメンプラスライスと各種トッピングです。ぬひょい。いろいろとトッピングしたので、かなりボリューミーでフェスティバルなビジュアルになってしまったぞ。しかしいつだってお祭り気分でワイワイやっていきたいぞってことで、みこしを担いだらいただきます。ではまずスープ、うめー。口当たりはまろやかで、昨今の家系ラーメンの流行である刺すようにエッジの立った醤油味ではなく、豚の旨味と醤油感がバランスよく調和しつつも力強さも持ち合わせた味わい。あっさりでもこってりでもないバランスタイプでありながら、どこか後を引く美味しさがあり、まるで希望に満ち溢れた春のよう。熟練の家系ラーメンといった印象で、しっかりとご飯も進むだし感の良さがこれまたうめい。早速バクバク米も食らって爆食合戦ののろしが上がりました。さてお次はたくさんのトッピング軍団の中から麺をリフトアップして、よっしゃそろそろヤッホー。平ざるで揚げられた短め太めの堺製麺製の平打ち麺は、スープをいい具合に持ち上げ、麺とスープが一緒になることでより美味しさを感じられる。コシのあるもちもちとした食感も心地よく、海苔の磯感を駆使すればまたまたうまさアップ。わっしょいわっしょいと声を上げながら、それこそみこしのように持ち上げまくり、味ネギを絡めてすすってみれば、ふわっとしたファーストコンタクトから噛めばシャキッとする不思議食感で、このネギそのものがうまい。夏の打ち上げ花火のようにドカンと弾けて、味覚に彩りもくれる最高のトッピングです。さあ、ここでチャーシューいってみましょう。ライスにバウンドさせて食らう。味しみがよく、ふっくらとした柔らかさがあってジューシーで非常に美味しい。まず間違いなくライスが進むことは確かですが、ここで味ネギと一緒に食らってみれば、よりパンチも増してバリアブルトゥーゲザー。食欲の秋真っ只中のすするは、己の欲望に素直に従い、ひたすらうまいと思うものを食らっていきます。てな感じでほうれん草を食らって多少のヘルシーも感じつつ、後半戦に差し掛かると味ネギが溶け出して味のエクスプロージョン。この味ネギは提供前に仕込まれているというこだわりっぷりで、
泉屋のスープとの調和性がかなり高い。これから冬になって乾燥した時期に喉を痛める前にこのネギでしっかりと喉を補強しておかなければなりません。というわけで卓上には豊富な味変アイテムがありますが、せっかくのバランス感に水を差すまいとこのままラストまで駆け抜けます。というより味変するのも忘れて夢中になっている部分もありますが、味玉をカプカプと食らっているうちに気がつけば本日も完食です。大変美味しくすすれました。バランスタイプでありながら後を引く美味しさも持ち合わせた熟練の一杯でした。それではごそれ。めっちゃうまかったな。てか食ったマジでめちゃくちゃ食べましたね。やっぱチャーシュー盛りにしたんですけど、チャーシューがねしっかりとこう厚みありつつ結構ボリュームもあったんで、最初着丼した時に結構びっくりしたんですけど、でも食べてみたらねチャーシューも柔らかく味しみもよく肉質がこうほろっとほどけるようなチャーシューで美味しかったし、鈴木屋さん出身ということでね、こう比較的、ライトでこうまろやかな家系ラーメンを想像してたんですが、スープ一口目飲んでみたらやっぱこうマイルドまろやかな感じではあるんですけれども、しっかりと力強くギュンとこう豚と醤油のこう旨味が伝わってきて、結構ね一口目から、パンチがあるっていう感じっていうよりはなんだろうな、あの感じやっぱこれだし感ですよね。こう豚のだし感をしっかりと感じられる一杯でした。もう最初やっぱスープがねあまりにも美味しすぎて、でこう油とかも全然きつくないのでほんとグビグビいけちゃうんですよね。麺は平ざるで揚げられる短め太めの平打ちの境製麺なんですが、またこの麺が美味しいですね。スープ単体でももちろん美味しかったんですけど、麺と一緒にすすることによってよりスープの美味しさが伝わってくる、麺とスープの一体感が素晴らしい一杯でしたね。今回ねネギトッピングをしたんで全体にこうネギを和えながらすすっていったんですが、ネギが入るとねこれまたこうパンチが効いてきて、味ネギ由来のねこう旨味がキリリとスープにしっかりと溶け込んで、食べ進めていくことにこう徐々に味変されていくような感じで、後半にかけてのこうクレッシェンド的に美味しくなっていく感じすごかったですね。ネギ好きの方はね味ネギか、あと結構ね味ネギ入れると後半パンチ強くなっちゃうんで、ノーマルのね白髪ネギとかでもいいかもしれないです。ネギも結構ねシャクシャクとすごくいい食感してて、ネギと麺すするのもすごく良かったんでネギトッピング良かったですね。いやなかなかね行けてなかった泉屋さんに今回ようやく訪問することができて、私すするの喜びもひとしおでした。本当に。いやしかもめちゃくちゃ美味しかったですからね。やっぱこういう出会いがあるからこそねラーメンやめられないなというか、ラーメンやめられないというか食べてるだけなんですけどね、食べてるだけなんですけどラーメン食べるのやめられないなといったところで、いやめちゃくちゃ美味しい家系ラーメンいただきました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッシュフレーズ、泉屋さん熟練のその先を見たわ。めちゃくちゃ美味しかったですね。